こんにちは、村雲です。今回の動画では、先日、ホンダより発表された新型フリードの内外装紹介を、どのグレードを購入するかを迷われている方向けに、グレードごとの装備の違いなどに着目しながら紹介いたします。それではご覧ください。まずは外観紹介になります。フリードには大きく分けて、上質で洗練された雰囲気となっているエアー系グレードと SUV 風にアレンジされたクロスターが設定されています。注意点としては乗車人数であり、エアーには7人乗り仕様が設定されなかったり、2列仕様である5人乗り仕様はクロスターのみに設定されるなど、細かく細分化されているため、要チェックとなっています。その中で展示車両はエアー系グレードの上位グレードとなるエアー EX というグレードになります。ボディカラーはエアー系グレードにはご覧の9色のバリエーションが設定されており、そちらに対してクロスターにはご覧の8色のバリエーションが設定されています。エアー系クロスターで選択できるボディカラーが異なるとともに、エアー系でも EX でなければ、選択できるボディカラーが6色バリエーションになってしまうなど、選択できるボディカラーがグレードによって異なるため、注意です。フロントフェースはこのようになっており、グリル開口部が最小限に抑えられ、メッキパーツによる過色なども最小限になっていたり、ヘッドライトとバンパーが、フラットとなっていることで、凹凸感のない丸みを帯びたフォルムとなっており、エアーのグレードにふさわしい、素のデザインの完成度が高められた洗練されたデザインとなっている点が特徴です。非常に親しみやすいデザインであり、どなたにも似合うデザインかと思います。そちらに対し、こちらがクロスターのデザインとなっており、スクエアに開口されたフロントグリルや、エアー系グレードにはないフォグランプが装備されていたり、樹脂バンパー部分の拡大、アルミプレートの追加など、グレードのコンセプト通り、非常に力強いフロントフェースとなっており、同じ車種であっても見事にデザインの住み分けができています。グレードごとの装備の差分としてはエア系とクロスターのデザインの違いに加えて、こちらのライトユニット内の機能である、対向車などを検知してハイビームの車高範囲を切り替える、アダプティブドライビングビームの機能が、エア EX、クロスターの6人乗り仕様のみ、オプション装備可能となっているため、注意です。フリードにはパワートレーンとして、ガソリン仕様に加えて、最新世代のハイブリッドシステムである EHEV 仕様の設定が予告されており、それぞれに FF と 4WD の仕様が設定されるため、グレードごとにパワートレーンの仕様で差別化ポイントはありません。サイドに回り込んできました。新型フリードのボディサイズは全長 4310mm、全幅 1695mm、全高 1755mm となっており、全幅は変わらずですが、先代と比較すると一回り大きくなっている点がポイントです。サイドのデザインはこのようになっており、こちらも余計な過色を極力排した。フラットな面構成となっている点が特徴であり、飽きのこないシンプルなデザインとなっています。クロスターに関してはホイールアーチやサイドモールに樹脂パーツが備え付けられることで、フロント同様、力強い印象が与えられています。この結果としてクロスターの全幅は 1720mm へと拡大される点がポイントです。取り回しにそこまで大きな影響はないかと思いますが、5ナンバーサイズから3ナンバーサイズへと拡大されるため、要チェックポイントとなっています。ホイールデザインはこのようになっており、こちらはエア EX 専用デザインの15インチホイールとなっています。ホイールのデザインはグレードごとに異なり、クロスター専用のホイールデザインと、エアグレードではスチールホイールが与えられるなど、グレードごとで異なるデザインが採用されているため、注意です。リアのデザインはこのようになっており、こちらもフロント同様、シンプルな面構成に余分の過色のないデザインとなっており、ドット型のテールライトデザインがポップな印象を与えることで、親しみやすい印象を強調しています。こちらがクロスターのリアデザインとなっており、こちらもグレードのコンセプト通り、ボディを囲うように一周した樹脂パーツがリアにも与えられているとともに、アルミバンパーが装備されていることで力強さが演出されています。内装紹介、まずはトランクルームからになります。
こちらの車両は6人乗り仕様となっていたため、3列シート仕様となっています。3列目シートはご覧のようにサイドに跳ね上げる仕様となっており、スマホ片手に持ちながらでもなんとか操作できましたので、慣れれば特にストレスなく操作できることと思います。後席を跳ね上げれば非常に広大なトランク容量が確保されており、日常使いにおいて特に不満に感じることはないかと思います。特にクロスターの場合、5人乗り仕様が設定されていることもあり、利便性がより強化されており、ご覧のように3列目シートがないことにより、フラットなトランクが確保されていることに加えて、サイドパネルが装備されていたり、エアよりもトランク開口幅が拡張、5人乗り仕様にはトランク内に、12V 電源が装備されているなど、よりアクティブな趣味へと対応可能な仕立てとなっています。エア系グレードには5人乗り仕様の設定がないのが残念ですね。続いて運転席周りの紹介になります。こちらの展示車両の内装色はグレージュとなっており、その他にブラック内装やブラックカーキの内装色が用意されていますが、エアグレードではグレージュ一択、クロスターではブラックカーキ一択など、グレードごとで選択肢が異なるため注意です。運転席ドア内張りはこのようになっており、大部分はハードプラとなっていましたが、手で触れる部分にはソフトパッドが使用されているなど、工夫が施されていました。ハンドルデザインはこのようになっており、本革巻きのステアリングホイールとなっており、2本スポークの珍しい形状となっていました。快適装備であるステアリングヒーターなどはどのグレードでも装備されていないようです。メーターには7インチの液晶メーターが採用されていることで各種情報表示が可能となっていますが、ヘッドアップディスプレイなど装備されていないようですので、情報表示量としては必要最低限となる印象です。運転支援系装備に関しては先代から大幅な進化を遂げており、衝突被害軽減ブレーキなどに加えて、電子式パーキングが採用されたことで、全車速に対応したアダプティブクルーズコントロールが採用され、長距離運転時の快適性が格段に向上したものと思われます。注意点として運転支援装備であり、後方車両の存在を知らせてくれるブラインドスポットインフォメーションの機能や、車両周囲をカメラにて確認できるマルチビューカメラシステムがエアに装備できなかったり、エア EX の6人乗りにのみ装備可能となるなど、オプション装着もできないグレードが存在するため、注意です。安全支援系の装備に関してはオプションでもいいので、全グレード装備できるようにしてほしかったところですね。運転視界はこのようになっており、スクエアなシルエットをしていることで車両感覚がつかみやすく、フロントガラス面積も大きいため、視界は良好な印象です。ナビ画面はこのようになっており、スクエア形状のナビとなっているため、少し視界の両線と被りそうな点が気になりましたが、大画面のものが装備されていることで情報表示量としては多そうです。その付近にはシフトノブやパーキングブレーキ、エアコン操作系のボタンが一つのパネル上に集約されていることで、非常に操作性が良くなっていることに加えて、センタートンネル付近が非常に開けていることで開放感のアップにもつながっています。また、ダッシュボード付近などにトレイが複数用意されていることで利便性も非常に高そうです。シート形状はこのようになっており、ファブリックと合皮のコンビシートとなっており、加えて、撥水加工も施されているとのことですので、日常使いのちょっとしたトラブルにも対応可能である点が嬉しいところです。快適装備として、シートヒーターが装備されていますが、エアグレードの FF 仕様のみ、装備不可となっている点が注意です。続いて後席周りについてです。新型フリードは両側パワースライドドアとなっています。後席足元空間としては後席を最も前にスライドした状態でも窮屈感を感じない空間が確保されており、最大までスライドした場合は余裕で足を組めるほどの空間が確保されていましたので快適性は非常に高かったです。また、センタートンネルの張り出しも最小限となっていることで足元空間に余裕がある点も快適性の向上に寄与している印象です。ちなみに5人乗り仕様ではご覧の通り、2列目がベンチシートとなりますが、センタートンネルの張り出しが少ないため、3人乗りをしてもそこまで窮屈感がないものと思われます。機能装備として前席のシートバックに USB ポートが備え付けられていますが、
こちらはエア EX とクロスターの6人乗り仕様のみの装備であるため、注意です。また、快適装備として後席用のリアクーラーがこの車両には装備されていましたが、こちらもエア EX とクロスターの6人乗り仕様のみの装備であるため、注意です。この展示車両は6人乗り仕様であったため、シート間を抜けて3列目シートに座ってみました。3列目シートの足元区間はご覧の通りとなっており、2列目シートと融通し合うことでもう少し広げることは可能かと思いますが、シートのクッション性も跳ね上げ式を採用していることでそこまで高くないため、大人にとっては快適とは言い難い印象であり、主に緊急用であり、常に6名乗車以上を想定している場合には適した車両ではないかもしれません。結論です。おすすめのグレードに関してはフリードを何名乗車で使用することを想定しているかが大きく影響するかと思います。6名以上の乗車を想定している場合はエア EX もしくはクロスターの6名乗車がおすすめとなり、その2グレードに装備の差分はほぼないため、見た目の好みで選択されればいいかなと思います。ただ、個人的なおすすめはクロスターの5人乗り仕様であり、3列目シートがないことで、フラットかつ広大な荷室スペースが確保されており、コンパクトな車体を活かして様々な場所に乗り出すことができ、車中泊などのアウトドア趣味にも適した使い方ができるかと思いますので、6名以上の乗車を想定されない場合のおすすめグレードはクロスターになります。グレード選択の参考となれば幸いです。今回の動画の内容は以上となります。このチャンネルでは他にも新型車の情報や愛車のスープラ関連の DIY 情報の発信を毎週行っております。また、ブログも運営しており、そちらでも自動車関連情報を発信しておりますので、概要欄のリンクからぜひご覧ください。これからも自動車好きの方の参考となる情報を発信していけるよう努めてまいりますので、動画の高評価とチャンネル登録のほどよろしくお願いいたします。